めっちゃでかいんや今飲むと絶品な味。イタリアンっていう B 級グルメ。いいね、こういうスーパー。鮮魚コーナー気になる。絶対走行充電してないもん。これ繋ぐんだよ。うん。弥彦。弥彦神社。埼玉のこれどこだ？春日部らへんかな。今春日部だね。越谷で今日用事があって、金曜日に群馬で用事があるの。それで、どうせなら新潟に行って釣りとかして、水木金、3泊新潟らへんで遊んでから群馬の予定に向かおうと。エブリィに荷物満載で。結構いっぱいなんだよね。不安だよね。昨日今日で結構でかいキャブコンで車中泊してたから、ギャップに苦しむとは思うけど。ほんで、どうするって今、ネカフェで考えてたんだけど、とりあえず新潟の、前加藤モーターに行った時に、ランチ食べてめちゃくちゃうめえってなってた甲州飯店に、300キロ、3時間半の移動です。ラーメン目指して300キロ。ちょっと今焦ったね。高速の入り口間違いかけた。俺、逆走曲がったらなんか車いっぱいこっち向いて止まってる。うん。逆走 G になりかけた。岩槻インターってこれ東北道かな？あ、なんかな。とりあえず岩槻インターで乗りました。岩槻インター。ここから圏央道。関越に向かう。関越だね。新潟方面だね。換気扇がキュ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 言ってる。何今何万キロなの69,800キロ。おー、ほぼ7万か。今回帰るまでに7万超えると思う。ううちに来た時は2万3000キロとかそんぐらいだったからだった。だいぶ走ったね。ん。まだ白いとこあるね。雪残ってるね。涼しいね。組んでる人いるね。木のぬくもりがある。無限に湧いてるね、水が。すごいね。今日キャリアにサップとか積んでるからベルトのチェックをしよう。大丈夫そう。甲州飯店一番乗り目指す。一番の10分前には着きたいね。今4時37分着予定だから素晴らしい。ゆっくりめに行って。関越トンネルって日本一長いんだっけ？何かのジャンルのトンネルとして日本一。山を貫通してるトンネルで高速でとか条件があるだろう。そうそう、伝説の南岩東寺盤とかね、殉職しちゃった人もいるんだよ。いるらしい。その資料とかが土だるっていうトンネル抜けたところのパーキングエリアにあるんだ。ある。新潟に入った。二人ともなんか叫んでる。声がかぶった。Welcome to 新潟。4時17分で関越自動車道が終点になって、ここから北陸道になった。めっちゃうまいからね、あそこ。ちなみにうまい。衝撃受けたもんね。あとね、ラーメンも美味しいんだけど餃子も美味しかった。駅は燕三条駅だけど、インターは三条燕っていうのは前なんでだろうって話してたじゃん。そうでコメント来たよ。来た。揉めに揉めたらしいね。なんかどっちを前にするかもどっちも譲らないみたいな。福島にもあったリオンドール。早め行動が必要だもん。見えた。見えた。甲州飯店。並んでないよね。踏切です。並んでるのか？並んでるのか？並んでない。オッケー。準備中。オッケー。ほんで駐車場です。あ、待ってる人いる。いる。レッツゴー。レッツゴー。開店3分前でございます。甲州飯店。最初は2名です。どうぞ入れさせ。最初2名です。はいはい、どうぞ。2名。2人です。どうぞ入れさせ。お願いします。はい。もやしチャーシューにしようかな。餃子4個分ける。オッ
偏った。それ別が良かった。どうぞお願いします。ラーメン1、俺なんて言ったっもやしチャーシュー。け？もやしチャーシュー、ウエスターシュー、はい。あと餃子4個。 4個入り、はい。はい以上です。はい。めっちゃでかいよ、この動画が。マジでパッと見ジローに見える。うまい。こんなんが入ってたわ。何？肉かすの塊。普通に食べてたらここまでが強い。ああ、いやスープ全飲みやめるって言ってたのになと思って。こんぐらいにしとこう。うまかった。最高だわ。ほんならエブリーちゃんの給油をしてスーパー寄ってお風呂だね。でかい。スーパーと松清と無印がある。だいぶ控えめだね。とんでもない西日だね。超でかい鳥居。何あれ。これはありがたい場所なんですか？すげえ道路に鳥居がついてる。めっちゃでかくないこれ？弥彦。弥彦神社。弥彦村なんだこの辺は。へこの辺の雰囲気好きかもしれない。え、いいね。湯。これだ。日帰り温泉。あとこれで車中泊するビジョンがわかんない。見えない。一回整理しないとね。うん。まあ、これがどこまで綺麗に整うか。全部前にぶち込むだけだろうけど。やたれの里だって。ホタルがもうそろそろ見れるんじゃない？やっぱこの辺風光明媚だよね。いろいろあるもん。お寺とかがめっちゃ。全国サウナランキング8位だって。説明してくれた受付で。もうめっちゃ綺麗だね。ここ食堂があるんだ。日本で一番ラーメンを愛する街だって。この食堂美味しそうだね。美味しそう。バイバイ。よかったねここ。よかった。サウナ入った。あ、だから遅かったんだ。サウナ2種類あったよ。あ、こっちも2種類あった。で露店がね結構下の方にあった。結構タトゥーの人いたね。10人ぐらいいた。海パを走行しております。いろんな岩があるらしい。新潟にしては結構珍しい地形な気がする。ずっとだだっ広いビーチとか港があるイメージ。角田じゃなくて角田。着いたのか？やりづらいトイレだね。トイレありますね。トイレはありますよ。ちょっとなんかトイレはありイます。メージと違うね。ちょっとね。違う？来てみたはいいんだけどさ、めっちゃ波ガンガン割れてるからこんなんサップ出せねえわ。サーフィンできるレベルだよこれ。無理無理無理。なんでこんな波割れてんの？すごい。欲しい？あ、本当だ。ここやっぱ嫌だ。ダメ？ダメ。ここから20分ぐらいのところの別の浜に行ってみる。そこも行ったことないから行ってみないとわかんないんだけどさ。そうそう、これがあるからね。午後10時に施錠します。お、ここならサップの準備もできんじゃねえかな。こっちちょっと上がってってもいいよ。何この柵。立ち入り禁止？安全上の恐れがあるため。へえ。ちょっと向こうまで歩いたら行けたりすんのかな。ちょっとこれ釣り無理じゃん。もうここまで来て立ち入り禁止とか言われたら立ちもうだって結構ね向こうの方まで歩いたけどね、ずっと海入れないからこれ。なんか行けるところあるかなと思って歩いたけどね。というわけで明日は朝は釣りなし。明日の午後からなんかやろう。10時に施錠って書いてあるけど、多分朝開場されるまでここで寝てればいいんじゃね。このような状況でして人が車中泊する状況じゃないよ。じゃないので、ちょっとこれを一旦きれいにしようか。うん。これがビフォーです。
ひどすぎんだろ。ひどい。一旦整理完了。一旦洗濯機とかね、上に置いたわ。枕をここに置くと、腰を守る。軽バンで2人入るとこうなります。テーブルに全て乗せて、でまだこれもあるね。でも寝るときさ、これは全部下に来るからこれを上に上げれる。ほい、寝袋。おはよう。めっちゃ寝れたわ。めっちゃ寝れた。寒いぐらいだった、朝方は。でもね、今は暑い。33度。33度って感じはしないな、体感。トイレの建物があるじゃん。おう。建物の向こう側は立ち入り禁止がなくって、釣りしてる人たちがいた。で波も穏やか。あ、そう。なるほど。村尾三世じゃない？左大臣でもらったやつ、視聴者さんから。小針海岸駐車場ってところで、午後10時から朝の9時まで施錠されるっていうことで、その間車の出入りはできません。駐車車両に対する責任は負いませんのでご了承ください。9時まで出られない代わりに誰も入らない。9時まで貸し切り状態。そこの門の前に止まってる車の人たちは朝来て釣りしてるんだろうね。夕焼け小針って書いてある。立派なトイレとなんか休憩施設みたいなのがある。販売機、展示室は9時からだろうね。ゴミはお持ち帰りくださいです。これは館専用。トイレでの着替えを禁止します。多目的トイレ、いろんな目的で使えるけど着替えは禁止。着替え以外のいろんな目的で使えるトイレってこんなことねえか。基本は3級トイレぐらいかな。3級トイレですね。水量がもうすごい。海っ端に行くと、そうトイレは一年中24時間利用できる。すごいっすね。ベタなぎだ。キス釣りしてる人たちがいるね、あそこに。あれどう見てもキス狙いだね。これは多分海水浴場で足についた砂を落とす用の水道も。この柵なかったらな、車のとこからサップ出せたな。無風ベタなぎ、最高のサップ日和じゃねえかよ。今日は朝は釣りモードじゃないから、のんびり朝ごはんを食べてどっか移動して、昼ぐらいから釣りでもしようかな。今気づいたんだけど、あれ佐渡じゃん佐渡が見えるわ。すげえ、めっちゃでかいわ佐渡。今朝肌寒かったから寝袋の上にこのブランケットかけて寝てました。サップ用の洗外機とクーラーボックスをルーフキャリアに積んで、室内を広くして寝てたと。入れてくれるおじちゃん。さっきキス釣りして帰ってきてるおっちゃんと話したけど、めっちゃ情報出てきた。ここと角田浜の手前に最高ポジションがあったので教えてくれた。午後でもそこからサップありだな。堤防もあるから釣りもできるよと。私そこからキス釣りもできる。おっちゃんありがとう。ナイス情報。目の前の道路がずーっと渋滞しててさ、通勤ラッシュビューで。シャキーン。インバーターさんは走行充電しない疑惑があるから、ある。後で確認してみるから、飯の後。うん。
なんだかんだ狭くてもね、タンスの弦のマットレスがいいから寝れるんだよ。そうだね。寝心地はいいんだよ。荷台が丸々2人分のスペースって感じ。寝ちゃえばって感じ。じゃあ寝るまでが大変。これ以上でも改善の余地ないからね。収納増やしたってその収圧迫されるだけだし。そう。例えばこの辺りにつけたとしても、それをもう頭が圧迫感。まあ冷蔵庫を小さくするとかね、例えばね。ああ、そうね。これ冷蔵庫は結構でかいんだよね。まあ、あと上をルーフキャリアをもうちょっと使うとか。あ、なんか盛り上がりがすごいいいね。新鮮嵐のとっとこ卵。ほら。盛り。これ何コツがあるんだっけ？こう切る。あ、これをミスるとちょっともう無理になっちゃう。サブバッテリーがさ、ほら、昨日あんだけ大移動したのに 86% だから。明らかに走行充電されてないんで。これね、この症状2度目。バッテリー変えてからこの症状が起きる。まあ、走行充電器をなんかリセットすれば治るんだけどね。軽バン車中生活。あ、ちなみにね、このエブリーちゃん、そうだよ。初じゃん、このタイヤにしてから。ヒロくんから受け継いだ時に、でかいマットタイヤついてたんだけど、あれすげえ走りまくって削れちゃって、あと燃費も悪いっていうので、あのタイヤ売って、この純正タイヤと同じ大きさのマットタイヤにしたんや。ついでにホイールもデイトナの新品に変えて。ほんで、これね、ブリヂストンの、なんだっけな、ホームセンターとかにも売ってるタイヤで、RD604 スティール。これが名前かな？ライトトラック LT タイヤで、MS マット&スノーっていう結構ゴツゴツしたマットタイヤにして結構いいこれ。燃費も純正と変わらず、ちょっとアクロも行きやすくなるんだ、これで。で、見た目も結構可愛いし、後ろもまあ一緒だけど、こんな感じで。あとこのラダー黒くしてからも初めてじゃね、もしかして。すでにちょっと剥がれてるけど、チッピング塗装したんで。もともとアルミのラダーだったんだけど、密着ロンっていう下地を吹いてから、マットブラックのチッピング塗装っていうのをして、ヒビヒビになっちゃってるように見えるけど。あ、でも遠目に見たら黒で締まって、キャリアも黒で、ホイールも黒で、ラダーも黒で。シルバーより黒の方が気に入ってる。あと変わったのは、上かな。上にもともと赤い2馬力ボート用のウィンチとか積んでたんだけど、一回この前白い2馬力サップを積むために緑の緩衝材をつけてる。エブリィちゃん外装はちょっと変えたけど、内装はね、照明がもうほぼ機能してないから、これ直したいね。結構武骨で気に入ってたんだけどね、ほぼついてない。10分の1ぐらいの光量になっちゃってるから。このエブリィちゃんのサブバッテリーは、リタイムの 320Ah。この前つけたばっかり。走行充電器 40A。インバーターも1000から2000に変えて、今までホットサンドとケトル同時使用できなかったんだけど、1000W だったら。今 2000W に変えたからできるんですよ。コーヒーできました。お母さんからもらった森のコーヒーの。豆乳は入れる？いらない。ブラックでできるんだね。もちろんだよ。ほら。すごい。ホットサンド目玉焼き初めて見た。憧れになってるけど。かわいい。ワールドカップですよ、明日。開幕。あ、おめでとうございます。釣りしてる場合かな、明日。釣りはしていいんじゃない？ワールドカップ見てから釣りするか。開幕って何？試合が始まるの？それとも開幕式みたいなのがあるの？いや、試合が始まる。4時ぐらいから。でもその試合って後でハイライトとか見れる。明日の朝4時からメキシコ、サウスアフリカ。何の怖い音？怖い。おじさんがなんかバンバンやりながら来て。あれ、杖だよ、杖。ワールドカップ全部見たいわ。全部は見らんでいいやな。全部見たらもう寝る時間ほぼない見たい。翔太、あ、うわー、プロジェクター置いてきたー。あ、置いてきたね。私今回はじゃあいらんのよな。いや、俺もいらんって勝手に判断しちゃった。まあでも朝の4時からここでプロジェクターを広げても迷惑か。私は寝たいです。海子に迷惑だよ。ならまあいいやな。パソコンで静かに見るわ。最悪牡蠣食いながらパソコン広げて、盛りまくりだね、これ。当たり前だよ。これの中にも入ってるんだよ。これも食べていい？あ、どうぞどうぞ。海子は何やってたの？球技全般がものすごく苦手で、水泳、登り棒。登り棒はめちゃくちゃ速い。フィジカル系だね。確かに登り棒速いよ。ベスの登り棒や。夏子の酒の公約で日本酒漫画の夏子の酒というのがあって、倉本さんの公認の特約船として扱ってる酒屋さんが近くにある。これお土産に買ってく？うんうん。ついに開いたね。海岸の情報が書いてあるんだ。
ストリートピアノもあるじゃん。昔ピアノやってたけどもね、鍵盤すら読めなくなった。鍵盤じゃない、音符すら読めなくなった。とりあえず今日はこの後うんこしてダイソー行って釣り具屋に行ってお酒を買って、午後から潮が動くから。あ、こんにちは。9時過ぎて門が開いて車がちょいちょい入ってきた。サブバッテリー調査をする。絶対走行充電してないもんこれ。旅先でこれ外すの初めてかもしれない。ここがバッテリースペースで、残りは荷物置き場。満載だね。グッとした収納丸見え。ここに走行充電器があって、この前はなんか差し直したらそういけたよね。どっちも外す。そう、これとか今どっちも外してこいつを孤立させて、一旦こ強う制的に電源が切れた。切れた。で教えてやるんだ。今切れてるぞと。そう、ほんでこれ繋ぐんだよ。うん。どっち先どっち先。こっちからじゃん。で入ったぞと今うん、教えてやるわけだ。そう。これで多分ねできるぜ。お願い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 。あ、来たね。来た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 。これやっぱあれだよ。走行充電器の不具合だよ。なんか変だよ。こいつをやっぱ再起動したら治ったもん。でしたら一旦今回のところはハイタッチね。せーの。次の走行充電器を取り寄せておいてもいいかもね。うん。はい、ちょっと離して。船外機こんな感じでな。まだ使ってねえけど、釣りする気満々だからこんなで、うわーぶっ壊した。あ、でもつけそうだね。うんあー、よかったよかった。紙が置かれてまして、当駐車場の利用時間過ぎたため閉鎖しました。次回開放日は11日9時です。うん、充電されてます。まずダイソーに行ってボールを買って、ワールドカップの明日の開幕に先んじて俺らで開幕する。平瀬犬さ、キャラがクマだね。だからクマッと。おじクマと子グマ。佐渡の平瀬よく行ってたよね。ダイソージャパンって書いてあるの珍しくない？あってサッカーボール。ほら、700円だって結構高くね？これはグルちゃんでも遊べそうだけど。これ100円？給水ボール。やっぱこれじゃね？何これ面白い。これ顔が変わる。ペットコーナーにもこれグルちゃん用だね。これグルちゃん大好きや。さびきできるじゃんそれね、で。さびきできるよね。これねいいよ。でも針がついてないから別に。ここら辺にしとこう。タンタンタンタララ。焼きそばのような太めの中華麺をキャベツやもやしなど。新潟のイタリアン。夏子の酒。開いてる開いてる。あ、これだね。お酒。増屋笹川酒店。新潟のお酒欲しいです。夏子だ。あ、ちょっと見せてくだあ、さい。どうぞ。こんにちは。2面久住酒造さんの品物だけしかうちおほとんど。絞りたて生。俺はこれの辺がそそるかな。ラベルで言うと名前的になる。夏子物語が。夏子は喉越しいくとワイン感覚でちょっと気持ち的に酸味が感じられるようなワイン感覚で、そして完熟っていうのは純米吟醸を3年間寝かしたお酒です。一番普通酒出ますけど、普通の蔵は70、でもこれは60で2000円下なんです。平成2年からね値上げ1回もしてない。よかったら
酒のつまみに。僕そういう情報を見ながら飲むの好きなんですよ。ありがたい。デメキン酵母。全部の酒にこの作りをしてますっていうことです。そしてこれ価格表、令和2年から。米のすりがいいってどういうことなんですか？精米精米がなんだ高ければ雑味が出ますよ。でも普通酒でも60吸ってある。普通はね全部70しか吸らない。吸らないってことはこの60とか55ってすりの具合すりの具合です。日本酒じゃなくて50%まで吸っちゃうんだよ。これとこれとはいこれとこれの特徴をちょっと聞きたいんですけど。どれどれ。7代は今言った山田百パーの香り好きな人はこれ、結構男の方がねこの7代目香りがいいって言ってのめり込みます。搾りたては純米吟醸の生酒、火入れしないんです。11月に1回だけの生酒だけども今飲むと絶品な味。男の方は7代のめり込みますよ。あんまりじゃあ行ってみようそっちに。そしたらばあさんちょっと眉唾だったんだって言うけど絶対7代勧めた方はどれお土産に。これは要冷蔵ではないんですか？全然どれもこれも生って書いてあってもちょっと今度ぜひこれ飲んだ後直接酒蔵さんに行ってみたいです。入れないんだ。ああそうなんだ。外側は蔵の前で私たち2人して若かりし頃って言うけどこれが亀のっていう米なんです。これからどっか回って帰られる。はい、釣りに行こうと思って釣りをして帰ります。釣れないんだわ。うちも主人ね釣れない本当にね昨日おととい行ったらね、うちは船外機ってなんか機械持って大きまで行ったり気前で釣ったりしてるけどね、たった2匹とかねゼロ。ここずっと丘から釣るの。はい、どっちもやろうと思ってます。丘ならキスだわ。キスいいですね。キスなら丘から今少し釣れてる。してください。はい、ありがとうございました。楽しかったです。はい、よろしくどうぞ。面白かったわ。このカフェも多分やられてんだろうね。ナイス。見えた。佐渡見えた。見えた。めっちゃでかい。でかい。川沿いだね。船いっぱいあっていいな。三日月っていうチェーン店。チェーンなんだけど、イタリアンっていう B 級グルメ。焼きそばにトマトソースが乗ってるみたいな感じのやつ。超うまそうじゃん。なんか美味しそう。出てきたら食べれそうだわ。腹減ってないけど。何や。スーパーとその三日月さんが一緒になってるみたいよ。ちょっとここ衝撃なの。まだ入ってもないけど地元車で駐車場が満車。すごいよこのスーパー。多分鮮魚とかが強いんだろう。いいねこういうスーパー。鮮魚コーナー気になる。石鯛。南蛮エビいいじゃん。食べる。惣菜が美味しそう。茶碗蒸しとか超美味しそう。これ夕飯用に1個欲しい。絶対うまいやん。岡本屋の豆餅。ついにイタリアンを食べる時が来た。グラタンボロニア風イタリアン、シーフードカレーイタリアン、チーズハンバーグイタリアン、いろいろなパターンがある。表時間が早い。Do you know イタリアン？これがイタリアン。これが俺。ソース多め。生姜？マジか。焼きそばなんだよ。飲酒はご遠慮ください。確かにこれあるとビール飲みたい気分にはなるけど。じゃあね、下は普通に焼きそば。めっちゃもやし入ってる。めっちゃもやし入ってる。焼きそばにトマトソースだった。これで500円は結構いいよ。新潟大学あるから学生来まくるんじゃない？何これ割引券？新潟こと100年って書いてあるんやけど、これそうなの？すごくない？
ごちそうさまでしごちそうた。さまです。ボールが友達みたいになってる。2時3時ぐらいからやるとして、それまでちょっとカフェでもするか。快活クラブちょっとクラブ13遠い方にある。そうなん、スタバもそっち方にある戻るのめんどくさい。タリーズ新新潟通り店が7分。そう、なんか新潟の方でタリーズの方のイメージ。あ、近いじゃん。タリーズ近いね。暑すぎるからもうこんな。釣りしてる場合じゃないよ、こんな暑さ。ツタヤのやっぱ中だ。タリーズとツタヤはグルになってるから。一緒。改装中のツタヤ書店、一仕事するか。11時過ぎぐらいか。2時間まで勉強可能。超快適スペース発見したやばくね、このなんか個室みたいな。俺サッカーの勉強しよっかな。なるほど。乾杯。あ、これガラスじゃない。うまい。 15日から八丈島行く予定なんだけどさ、到着の日がさ、風速13メートルとかやばくない？飛行機止まんのかな。なるほど、トレーラブルボート。エブリィでも牽引できるんだ。これよくない？これ欲しい。欲しい。500円だって。ちょっと高めの。高いけど。なんだこれやばい。婚約指輪。厚さのピークぐらいだね、今多分。500円発見した。ああ。俺イカがいいな。やっぱイカだよね。イカがいい。欲しいね。イカが一番可愛い。イカ狙うわ。どれでもいいけど。イカ狙いでね。最初年齢15歳以上、余裕で大丈夫。よし、うわ来い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 。よし。イカ来い、イカ来い。イカ来すた。ごくね、私さ。イエーイ。エ確かベコから続いて2連続で当ててる。めっちゃ嬉しいこれ。土曜と木曜にしか置いとらんらしいんよ。で、今日木曜だからあったんや。それをゲットしてビーチに行って釣りをしよう。しよう。餌を買おう。砂利目をゲットして、なんかいい感じですよ。2箇所候補があって、両方見て決めよう。おー、ちょっと開幕してきた。開幕してる。すごい。これ開幕じゃね？これちょっと大丈夫だよね。これは確かに4期限定だな。おー、うわ、何これ。やば、これ何これ、いいね。ちょっと波がある。ジムニーが優勝した。あら、軽トラとジムニーと軽トラが。これいけるね。うん。多分硬い。開幕してるわ。ちょっとそこでサッカーするか。あっち行って、あの辺行って。楽しいこれ。浜辺入るんだ。この辺大丈夫？持ってない。軽トラらへんに。じゃああのジムに見て、やばくない？うっそ。そういう遊びも可能ってことだ。うまいじゃん。
ここ最高じゃん。超楽しいじゃん。試合終了。ピピー。勝った。勝ちました。カツオの勝ちなの？これ俺らの勝負じゃないよ。俺らが勝ったってこと。イエーイ。ピピー。朝、おっちゃんが教えてくれた場所なんだよね、どっちも。牡蠣、アワビ、サザエはキッチン。この際まで入ってる車いるんです。ああ、本当だ。で、あそこが鉄堤防。うんうん。